空が青いな。はい、おはようございます。今日はね、9月24日水曜日でございます。はい。すっかりね、涼しくなってまいりました。はい。23度、22度ぐらい朝ね、クーラーもいりません。はい。涼しくなってまいりましたが、このままね、しばらく10月、11月ぐらいまで、このようなね、気温でいっていただいて、しっかり秋のタイムをね、長く取ってもらってから冬に入ってほしいもんでございますがね、はい、このまま寒くなっちゃうとね、また、紅葉さんがびっくりしちゃいますからね。はい、ということで、何言ってんだよって話ですけども、はい。涼しくなってよかったんですけど、はい、急にねまた寒くなると困りますんでね。はい、ということで、フッツラボの畑の方もですね、そろそろ、冬野菜っていうんですかね、の方にちょっとね準備していっております。昨日耕しました。はい、ということで、今日はね、この後また、金谷富津市金谷というところでね、また木の伐採ですね、はい、の、便利屋の仕事を依頼されてますんで、そちらの方に行ってまいりたいと思います。ということで、今日もね、頑張ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ゲッツ。はい、それではね、毎朝のモーニングルーティンでございます。今日写真撮っていくのはね、こちら、はい、また基板ですね。はい、基板関係1個、2個、そして3個、そして4個。はい、ということでね、そんなの基板とかね売って売れんのかよと思っていらっしゃる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、実は意外と売れてるんでございます。はい、全部は全部売れませんけどね。はい、なぜかしら誰かしらが買ってくれております。はい、ということで写真撮っていきます。それではね、さっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。いや、今日もねいっぱいねいろいろお客さん来てくれてですね、さらにいつもお世話になってるかのこさんにねちょっとなんですかね、もう使えなくなっちゃった家電製品とかね、はい、そういうのをね、相談したら引き取りに来てもらったりですね、はい、いろいろお世話になっております。はい、ありがとうございます。いや、なんかいろんなことがですね、いい方向に進んでまして、はい、本当に感謝いたします。ありがとうございます。ということでね、これから金谷の方に、富津市金谷の方に、松の木を伐採しに、行ってきたいと思います。ということで、ありがとうございました。ドロン、ただいまですね、富津市金谷の方にやってまいりました。はい、これからですね、こちら
こちらのね木を2本、どうやら松食い虫に、やられてしまったようで、切ってくれということでございますので、はい、これを切っていきたいと思います。はい、それではね、まずこの木から切っていきたいと思います。はい、ということでね、今までチェーンソーなんて握ったこともなかった私でございます。はい、しかもね、ちょっとね木切ってよって言われただけなので、いいですよってことでね、お邪魔させていただいてるんですけども、いやー、こんなでかい木だとは思いませんでした。ということでね、なんとなく、枝からね、あまり、負荷がかからないように、枝からですね落としていこうかなということで、やっております。はい、結構ね木っていうのはですね、重量が重いんですよ。はい、多分思っている以上の10倍ぐらいの重量があるのような気がいたします。はい、ということでね、ちょこちょこ、1メーターぐらいもしくは50センチぐらいで、切っていかないとですね、後で運ぶのも大変ですし、あとやはり落ちた時の衝撃というかね、脚立なんかに落ちてしまったら多分潰れんじゃないかなと思うような感じでね、はい、切っていっております。はい、ということでね、このチェーンソーも、リサイクルショップにね入ってきた、買い取り商品なんでございますが、これがいいのか、エンジンのやつのがいいのか、よく分かりませんが、とにかくね、木を切ってくれって言われたんで、初めてですけどもチャレンジしてみております。はい、ということでね、2本ぐらい楽勝だろうなんて思ってたんですが、いや、思ったより大変でございました。一応ね、この木がね、向こうに倒れないように手前にロープで引っ張って切りたいと思います。はい、じゃあね、引っ張ってきます。こっち、こっち引いてんだからこっちだよな。こっちがいいな。こっち、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 こっち。オッケー。タルタピー。大変でした。はい、ということでね、この一番最後の太い幹、はい、これをね、チェーンソーで切っていくわけでございますが、いや、これがねなかなか切れていかないと。50センチぐらいありますからね、直径がね。はい、ということでね、周りずるっと回って切ってっておりますが、いや、なかなか切れないんですよ。でね、やっと、切れたかなと思って、ロープをかけてね引っ張ります。でね、バールをちょっと突っ
っ込んでねハンマーで叩いて、手前にね落ちないように、やりましたけども、やっぱちょっと怖いんでね、ロープを使って、はい、最後倒していきます。ということでね、やっとこさっとこ切れましたが、今度これがね運べないんですよ、また重すぎて。はい、ということでね、もう一度、50センチぐらいの間隔で切ってきますが、これがなかなか切れないということで、もうしょうがないということでね、一旦ちょっと広いところね、運ぼうということで、やっていくわけでございますが、手でね運べるかなと思ったけど、いや重くて運べないんですよね。はい、ということでね、ロープ引っ掛けてね、はい、手で引っ張りましたが、はい、無理なんで、これ実はね車で引っ張ってます、軽トラで。はい、で広いとこまで来て、ようやく、切るわけでございますが、はい、これでねやっと切れるんですが、実はここに至るまでに、もう結構時間かかっております。はい、ということで、映像的にはね、ちゃちゃっと切ってるように見えるかもしれませんが、いやー、小1時間ね、ずっと格闘しております。ということで、なんとかねバールを打ち込んで、折れないかなと、下に石を入れてね折れないかなと、やりましたけど、うんともすんとも言わずということで、はい、最後は、完璧に切り上げました。でね、これを運ぶんですが、これがね、実はですね運べません、重くて。ということでね、転がし作戦でいきます。転がすとですね、はい、あっという間にね、はい、運べますけれども、これはね枝が幹が出てますんで、まっすぐに転がってくれません。これ結構重いんですよ。はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。いやー、ちょっとね木切ってくれって言われて、ちょっと舐めてましたね。はい、ちゃちゃっと終わるかなとも思ったんですけど、見てください、これこの太さ。ということでね、チェーンソーで切るのもやっとって感じで、チェーンソーね、枝とかね、ちょっと10センチぐらいの木はね、切れるんでしょうけど、こんだけ直径50センチぐらい、もっとかなの木はね、いやー大変でした。はい、でさらにね一回切って倒して、切り分けるのもまた同じ太さということでね、はい、いやー結構大変でした。これ昔の人はノコでやってたと思うとすごいですね、ほんとね。ちょっと信じらんないですわ、本当に。ということで、とりあえずちょっと予定2本だったんですけど、松の木ね、1本でちょっとタイムアウトということで、ちょっとまた、明日かな、来てやりたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月